それとちょっともう一つお聞きしたいことがありまして、有明省吾のことなんですけども、有明省吾、針山一郎ですか。あれは有明省吾っていうのは針山じゃないんだよ。はい。有明省吾っていうのは、確かに架空の人物なんだけど、はい。実は私のことですね。それでそれは針山一郎に関してなんですけども、一応彼は非業の死を遂げたっていうことで、漫画の中で有明省吾は非業の死を遂げたから同一人物でっていうことなんですけど、その針山一郎っていうのはどういう人物だったのかっていうの。生徒としては落第生というのはどうして？要するにある組織に反社会入ってて、はっきり言うと鉄砲玉だよ、要するにはっきり言うと韓国というのは実は最近大山康彦師範がですね、YouTube っていうかね、インターネット上でその針山一郎とは仲良かったからっていうことで針山一郎のことをいろいろ語られてるんですよね。それでその中でその最後以前先生にお話聞いた時には喧嘩で刺されて亡くなられたっていうことですけど、安彦師範が言うにはやはり漫画と一緒で、事故で亡くなられたみたいなことしたもんですから、間違いなくはっきりとヤクザの闘争鉄砲玉でやられた。それはもう大山先生から直接聞いた。これは公開できないけども、要するに実はこうだ。空手の腕はどうだったんでしょうか。安彦師範はやはり全然勝てなかったっていうふうにお話です。強くないよ。私のレベルから判断しますけども、もう藤氏よりは弱い。ただ顔がね、やっぱり普通の一般の人の顔じゃない。要するにあとはかなり体が大柄だった。体が大きい。ぐらいあって、ニキビ面で、はっきり言うとちょっと髪の毛が短くて、はっきり言うと不良っていう感じでは見たいからね。先生自身は稽古つけられたことってあったんですか？何回かあるけども、本人はもうやがって私とはやりたくないんだけど無理やり引っ張り出して、小山先生が稽古してるわけだから、稽古してる時もやっぱり本人はその空手の小山空手の技を身につけて強くなろうっていうそういう気持ちはないね。なぜかというとそういうヤクザ組織に入ってて、そのはったりとか、それからやっぱっていうのはタミラですね。そういうのをちらかしてした人生だからもう普通の稽古者じゃない。別にその先生のように喧嘩が強くなりたいとかって言って入ってきたわけではないんですか？いや本人は強くなりたいと思ってるんだろうけどね、なりたいと思うけど稽古をしないから、これはもう稽古をしないと強くならない。特に重組手だから約束組手で形をきれいにその動きをある程度身につけて、約束組手っていうのは動きは大きいんだけど、大きいけども素早く動く、大きくても素早く動く、その大きい動きの素早さが今度は小さい動きの素早さに展開していく。そういう順序で物事をやっていかないと、それは道場の中ではね、やっぱりその帯の色でやっぱり人間っていうのは意識的に自分は白帯だけども、相手は、茶帯だとか、あるいはオレンジだとか、そうするとやっぱり意識的に自分のレベルというものを認識するんだけども、巷では実際に道場で黒帯で
強くても巷では帯しないからね、もう本当の実力のみだから。だからそういう面で言ったらもう晴山自体はまあどうしてもそういう組織に入ってるとね、組織の力とそのはったり、大声を上げてね、はったりで自分が。であとはまあ体大きいですから、もともとまあ自力みたいなのがあったんでしょう。人相も良くないしね。まあ体というよりかは喧嘩のような荒々しいやり方をしたってことですか。だから大山先生はまあ割と可愛がってて、なんとか普通のまあ社会人にしようと思ってまあ、なんていうのかな、こうどういうのもんでとかもんっていうよりもまあその空手のその武道としての、技からね、そういう認識的なその一般社会人の認識的なものを得得してもらいたいと思ってたんだろうね。あと組手スタイルとしてはどういうような戦い方をされたんですか。ちょっと変形だな。コークス立ちじゃなくて、ちょっとこう僕もはっきりも